で、バータのアンバランスについては、アンバランスっていうと、皆さん、押さえておいていただきたいのは、一応2つあります。バータという動作がちょっとこう何らかの理由で、増えすぎてしまった時ですね。で、なんで増えるかって言ったら、単純にその要素、バータ動作が体の中に外から多く入れてしまったっていう時が一つと、あとはそのバータを使う力がうまくないみたいな時。あとは、バータをせき止めてしまうものがある。そういう時ね。これは悪化していく場合でございます。で、もう一つのアンバランスが減少なんですけど、減少は、バータを、減らしてしまう理由っていうのは、主に食事です。食事の偏りにより、バータ動作を新しく生むことができないとき、こういった時ですね、要は食事が足りてなかったりとか、偏った食事をしていることによって、バータの性質、バータの力を埋めなくなってしまうと、この減少症状というのが起こります。で、一般には、病理的な症状、病気とかになるのは悪化からっていうふうに言われてまして、バータが増えすぎてしまうことで、病気につながっていて、バータの減少症状は病気にまでは発展しないと言われてるんです。もちろんここからですね、別の動作に影響がいって、そっちの動作が増えすぎて病気になるってことはあるんですけど、バータが減少しすぎると、病気になるっていうよりも、多分それほったらかしにはできない体なんですね、私たち。命を存続させるのに、まず必要な力で、人間はみんな生命を維持させるための本能が備わっているので、バータを減らすっていうのは命を減らすのと一緒なんですね。だから、そもそも一時的にその食事が取れてなかったりとか、なんかすごい消耗しちゃって体力使いすぎて、しかも休息もせず栄養も取らずいたら、ちょっと一時的にバーター減少すると思うんですけど、正しい食事をして、生活を整えれば大体これは元に戻せるっていうふうに考えているんですね。で、もしそれがですね、減少がこのまま悪化していってしまったら、当然死につながります。で、これがですね、バータの5型って言って、1個目からプラーナ、ウダーナ、サマーナ、ビアーナ、アパーナというふうに、5つ分かれております。この言葉なんですけど、このアンっていうのが、真ん中にあるアンっていうのが、これ呼吸という意味なんですが、ただの私たちのスーハーしてる呼吸っていうところよりちょっと意味が深くって、生命エネルギーとして使うための呼吸みたいな、なんかちょっとうんちくつけてる感じで、エネルギーに変換される呼吸みたいなこういう定義があります。で、これに接頭語それぞれついていて、プラっていうのとか、ウドとかですね、サムとか、サマーか、これはサマー。で、ビーとか、アップとか、それぞれ接頭語がついていて、この接頭語がですね、それぞれのですね、この呼吸の方向性を表しているわけです。はい。で、プラナバータですね。さっき言った通り、アナが呼吸という意味で、プラというですね、この最初っていう意味がついているので、プラーナっていうと、最初の呼吸みたいな意味になっていて、これはですね、すなわち神経の力として現れているというふうに考えていただいて大丈夫なんですけど、全身の神経の入り口みたいな感じで考えていただいて大丈夫です。位置は脳というかこの頭の部分と鼻と喉の部分に位置していて、この上から喉とか胸へと降りていくんだっていう風な定義になってます。これね、投影してる資料、後ほど共有しますので、
全部書こうとしなくても大丈夫です。なんかメモとかこう整理するためとかに使ってください。あとは、これ投影資料をお渡しした後に皆さんそれぞれにまとめ上げるときに使っていただけたらと思います。外部からこう体の内側に引き込んでいくっていうことで、こう外側のものを内側へとこうやってぐーっと引っ張る力、頭から喉に向かってこういうふうに動いてるっていうのがプラーナバータです。で、実際のですね、動きっていうか働きっていうのは、この本当ね、ピッタとかカパは結構シンプルなんですけど、バータはすごいちょっといろいろありすぎて、ちょっとバータだけ特別に別のこうちょっとまとめ方をしました。で、ここに作用で書いてあるんですけど、これだとちょっと分かりにくいので、ちょっと次のページで、こうどういう作用あるかっていうのをそれぞれ文献に書かれていることから見てもらった方が多分分かりやすいと思うので、こんな風に書かれて、いっぱいあるんですけど、ちょっとその中で代表的なものを出しました。でまずアンナプラベーシャっていうのがプラーナバータの作用なんですけど、アンナっていうのは食べ物っていう意味です。でプラベーシャっていうのはこうね引き入れる、飲み込むっていう意味かな。嚥下のことですね。こうグッと飲み込むということです。でここのアンナプラベーシャっていうのが、うまく働かない、すなわちそれはプラーナバータがうまく働かないと、この嚥下障害とか飲み込めないですとか、あとはもう逆にこう上に上がってきてしまうみたいなことが起きると言われています。ニスティーバというのはこれはですね、ちょっとカパと一緒に連動してくる動きになるんですけど、要はこのアンナプラベーシャの働きをサポートする形で、唾液分泌を促す、作用も一緒にやってます。ですので、このプラーナバータの中に、消化の一番最初の段階を、スムースにするみたいな、取り入れるっていう、作用がここにあるということです。で、次がですね、ウダーナバーターなんですけれども、ウートゥっていうのは上にっていう意味なので、情報に向かっていく呼吸という意味になります。で、場所は胸、おへその周り、喉、鼻ってなっていて、おへそのあたりから喉に向かって上に上がっていく動きだよっていうことです。ちょっといっぱいあります。ここに2行で書かれていることをちょっと分かりやすくというとあれですけど、ちょっと細かく書いてあるのでたくさんあるのですが、これはですね、簡単に言えばプラーナの逆の動きです。プラーナバータと逆の動きをしているんですが、大概プラーナとセットになっています。ウダーナは、ちょっと文献から引っ張ってくるとこんな感じで、何かをしたいという熱意や意欲を引き出す、こう内側に秘めたものを外に出すっていうのがまず一つあります。それとその人が持っている強さとか持久力、免疫力っていうのをちゃんと発揮させるためにバラ、これはですのでバータ単独っていうよりもカパの能力をこうバータがこう引っ張り出すみたいな、ウダーナバータがそれをこう引き出してあげるみたいな感じです。で次がバルナといって肌色を引き出すので、これもですね、肌にある、動作だと、ピッタがあるんですけど、このピッタの、力をこのウダーナバータがうまく引き上げて、引き出してくれて上に引っ張り上げてくれるという感じですね。でそうすることによって肌色が引き出されると言われています。であとちょっと付け加えなんですけれども、ウダーナとプラーナは基本セットでこうなんか結構1個ワンセットって考えていただいて全然大丈夫で、これが一緒にセットになって同期するようとこう一緒にリズムを刻むみたいな感じになります。でそこに加えて、
その人の魂とか知性とか心っていうものとうまく結びつくことによって、私たちの言語機能が正しく働くというふうに、言われています。